こんにちは、ドロです。このチャンネルでは、中高年初心者を対象に、世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインっていった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方にチャート名、証券会社貼ってありますので参考にしてください。また操作方法とかね、リクエスト、銘柄ありましたらコメント欄にいただけると嬉しいです。このチャンネルね、共感できるよ、応援できるよっていうことはぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、最初にまた画面、僕の最後のポストプライムの投稿のね、一部更新をしました。また見られることがあったらね、見ていただけたらいいなと思ってます。自分が作ってて本当に楽しい投稿かどうかっていうのをね、考えてもらえたらいいなと思っております。ちょっとこれ、コメントの方もね、いろいろスクロールして流していきたいと思いますね。はい。てかこれね、スクロールしながらね、喋るの結構大変ですね。なんかすごい難しかったです。全部本当紹介しきれなくてすいません。僕も皆さんの投稿は本当に日課で、見させていただいているのでね、本当にいい情報源にはなってます。これやってたら多分、YouTube 長くなっちゃいますよね。はい。じゃあ、こちらの方は以上になって、今日のテーマの方を発表したいと思います。今日のテーマです。下のテロップにもう流しときました。今日こんなプログラムでやるよということもね。今日は前半の方がCFD 取引の秘密の2番ということで、ロスカットや追い証についてのルールの違い、お話をしたいなと思っております。で、あと、中盤ですけども CFD の成功されたブログがあったので、5年ぐらいやられて成功してるっていうのを紹介をしたいなと思う。このやり方がね、絶対いいなと思ってます。後半に私の方で銀行口座、証券口座の作る方法であったり、そのお金を送る方法であったり、実際証券会社の口座もお見せしたいと思ってます。それから最後にこれが武器なんですけども、証拠金を出し入れする方法。実際にテンセント、中国株のを見せていきたいなと思います。これ、前半の CFD の動画と合わせて、ちょっと下にも書いておいたんですけども、ぜひね、ポストプライムの方で、これと前半の動画をシェアしていただいて、皆さんの金融リテラシーの向上、何回でも見る可能性もある、説明書みたいなもんかもしれません。今日もよろしくお願いいたします。はい。それではね、CFD の取引の秘密っていうことでパート2をお送りしたいと思います。前半はね、とってもストレスのかかるお話が多いと思います。後半ね、希望というかもね、ちゃんと話しますのでね。まずは、こちらのロスカットについての、説明を、知って、これは知っておいてくださいっていうことなのでね。画面の方が、IG 証券の強制ロスカットになります。1番が通常強制ロスカット。から2番が東京称号ロスカット。3番がオプション銘柄強制ロスカット。ということで、まず言えるのが、いろんな種類のロスカットがあるということですね。これ簡単に言いますよ。1番のこのロスカットっていうのは、商品、今、例えばエントリーしたときに、買い取りのそのポジションを設定、指値を入れる、自分でロスカットするケースと、何にもやらずに、ある程度のその水準までが落ちた時には、IG 証券は 75% の地点らしいですね。で、エントリーしたものをカットしますよということだと思いますね。はい。で、2番ですね。ここはね、実は証券会社ごとのルールで違います。東京称号ロスカットって書いてあるのが、全体の証拠金が、100% 未満である場合、GMO クリック証券は追い証というらしいですね。証拠金が足りないから補充しろよと。補充しないと全部の今の、トレードしているものを、全部取り消しますよっていう、ロスカットになります。わかりにくいですね。追い証っていうのが。はい。じゃあちょっとね、これオプション取引のみなので、これはもうあんまり考えなくていいです。
GM クリック証券いきますね。このように、ロスカットと大石証って分けてあります。もうみんなね、わかりやすく説明してるかもしれないですけどね、文字が多すぎです。はい。視覚でこう捉えれない。はい。こう書いて、もう僕の方で簡単に言わせてください。ロスカットは商品ごとにある程度下がった時には GMO クリック証券は 50% です。確か。半分になったら終わりです。1万円が、5000円になった時点で終わりよというのがロスカットですね。というのが全体の証拠金が不足してるよっていうのがお一緒になります。また図もね、出していきたいと思いますんでね、お願いします。これ、実際に僕が体験したものを今日お見せしたいと思いますね。これGMO クリック証券は、メールが来るんですね。これ精神的に恐怖ですよ。IG 証券は来るのかな、メールが。こう見えますかね？ちょっと大きくしてるから見えないかな。120。ここには GMO クリック証券、ロスカットアラート、ロスカットアラート、ロスカットアラート。このアラートは、当時僕これ本当に証拠金の出し入れが分かってなくて、例えば、原油だったら4000円を入れておいて、かける倍率、証拠金をそのままに20倍でやってた時あったんですよ。その時に当然値動きで下がってくる時あるじゃないですか。これ見てください。これ僕ももろにやってますよ。中国ブルーロスカットアラート、インドネシアロスカットアラート、中国もう一回、韓国ロスカットアラート。新興国3倍、ロスカットアラート。やっぱり値動きで一気に来ちゃうんですよ。ロスカットアラートはしかも結構小さいところでももうアラートが鳴ります。これはね、精神的に来ます。もう、トレード嫌になります。はい。で、実際一時期僕ちょっと実は GMO クリック証券嫌になった時期が去年あって、一回仮想通貨の方にちょっとシフトしたりとかして、結果的には仮想通貨が上がってたので良かったんですけど、IG 証券はもしかしてロスカットアラートがあるかわからないんですけども、はい。こういう風に、まずアラートっていうのがメールできます。これ、どっか出かけてる時もアラートが鳴るともうビビりますよ。で、アラートの内容を見せますね。見えますかね。お客様の保有されている縦玉がロスカットレートに近づいてまいりました。ロスカットレートに達すると対象縦玉を強制決済させていただきます。で、ロスカットがこうですよ、と。で、これ、結構早い段階でこれ来ます。証拠金をちゃんと入れてないと。わからないと最初なんでもうロスカットされるのって思うじゃないですか。ほんと怖いですね。で、もう一個ですね。あんまりなかったんですけど、2回ぐらいかな、ロスカット原油、ロスカット執行って書いてありますね。ロスカット、お客様の保有された縦玉がロスカットに達したため、縦玉を決済させていただきます。これロスカットですね。ロスカットのメールです。やっぱり、この野郎ですよね。でもしょうがないですね。まだルールがちゃんと分かってなかったんですから。当然あります。でも、この半年はロスカットも何もないです。一回もないです。これは今回お話しするちゃんと証拠金を入れているってことですね。こちらの画面が、このメールですね。GMO クリック証券。株価指数 CFD 取引口座追加証拠金発生とあります。これがお一生発生しましたよっていうことですね。この時も全然分かってなくて、この株価指数 CFD 取引口座証拠金維持率が 100% にした。最初見た時にこの追加証拠金が828円だったんですよ。なんだと思ったんですけど、全然なんだじゃないですね、これは。もう、トレードしすぎですと。午後3時までに入れなければ、すべてのトレードのものは全部決済するよというものだったのに、と思って。これまだ上がるかもしれないのに、決済されたら、これはいかんと思って、数万円入れて、もう一回ちょっと考え直しましたね。すごい出来事でしたね。はい。で、やっぱり、トレードしてる方とかも、そこまで細かくルールって知らないうちにやってる、それだけ気軽に稼げるかなと最初思っちゃうんですよね。はい。だけど、痛い目にあって、やっぱり気づくことってあるので、お一生のメールでした。はい。それではですね、この、ロスカットとお一生の
条件の比較ということで、この方のブログが後半、とてもためになる。このブログ、すごいですね。これ、僕の方でまた解説を起こしてきた。これ、各CFD 会社の、お衣装の時間があります。考えたくないですけど、先ほど言ったように GMO クリック証券は、その次の日の3時までに金を入れろと。サクソバンクはもっと厳しかったですね。もうその下回った時点で自動的に全部決済するみたいですね。ここですね。これです。GMO クリック証券はロスカットがポジション単位っていう、ここですね。これすっごい大事なこと言ってます。口座ごとに、ロスカットを決めてなくて、その銘柄ごとでロスカットをする。やっとこれね、気づきました。これはね、武器です。IG 証券で100万円入れていて、銘柄の一つがすごい落としてるものがあったと。そしたら、調子いいものも全部切られてしまう。GMO クリック証券は、大豆は大豆、1個ずつ、ロスカットは違う。例えば、大豆が足りないなと思ったら、証拠金を入れればいいし。最初から証拠金をプラス2倍とかに入れておいて、利益が出たところで抜くっていうことで、これ後半やりますね。これもうほんと強く言いたいです。CFD の勝つための、テクニックっていうかもう必殺ですね。はい。正直言ってそのチャートを読めなくても、ここのルールが分かってればいいです。しかもこれ GMO クリック証券しかどうやらできない。ですね。調べてみたら分かりました。はい。だから IG 証券やサクソバンクとか他の CFD 会社はもう相当口座にお金を入れないとレバレッジを下げれない。レバレッジを下げた余裕を持ったトレードっていうのはできないと思います。これ取扱銘柄 CFD の取扱のレバレッジですけども、株式が5倍。はい。株価指数が10倍、商品が20倍、債券50倍ってなんすかねこれ。ちょっと、あんまりやってなかったのでビビりましたけども。GMO クリック証券はいつも言うように、僕は5倍ではなくて 2.5 倍ぐらい。株価指数も5倍以下にしてくださいよと。商品も原油とか天然ガス、大豆、コーンも20倍じゃなくてもう5倍ぐらいにしてくださいよってレバレッジをその商品ごとに下げてますよね。証拠金を入れて。IG 証券で株式も下げたい。株価指数も下げたい。商品も下げたい。先物を下げたい。この4つの口座にそれぞれ数百万ずつ入れないと余裕を持ったレバレッジを効いたトレードってできないと思うんですね。だから皆さんほとんどこの倍率でトレードしてるはずです。商品はじゃあ証拠金をたくさん入れてて20倍にしてないかもしれない。20倍でしてたら天然ガス1日で吹っ切れますもん。チッと。5% ぐらいすぐいっちゃいますね。はい。なのでおすすめしないんです。精神的にダメージが大きいです。上がったり下がったりするダメージが大きすぎです。ちょっと、恐怖の話ばっかりだったので、ここから後半戦は希望のあるお話、をしつつ、それから実践で、銀行口座の入れ方、それから証拠金の出し入れということで、もう後半の方がね、楽しいので必見ですのでね、見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、後半ですけども、希望に満ちたお話と実践編ということで銀行口座もね、いろいろ使って見せていきたいなと思っております。まず、こちらのブログですけど、今日前半でもね、お伝えした方なんですけど、ちょうどこの方は、投資歴が9年ということで、しかもCFD は2016年からやってらっしゃる方、サラリーマンなのでスイングトレードが中心であるということ。またスイングトレード出しときますね。わからない方いらっしゃると思うんで。はい。それから、株を始めて3年で100万の損失で試行錯誤して3年かけて取り戻して、今は年間50万から100万を稼ぐ。きっとこの頃って試行錯誤されて時間かかったと思うんですね。ただ、CFD の情報は少ないんですけど、早くこういう損失を取り戻せるんじゃないかなと思います。年間で50万から100万ですよ。いいですね。副業ですよ。もう本格的に数千万稼いだとかそういうことを言ってるわけではないです。そういう風には考えてません。ずーっと行きまして、ここですね。はい。で、いろいろ試行錯誤した結
か、直近、近年で上昇した銘柄を資金100万円でレバレッジ5倍した時の損益をまとめてみました。個別株は株価が3倍、4倍になることもあります。まだ証拠金をそのまま入れて、個別株レバレッジ5倍でやって、アマゾンが絶好調の時は4倍になってますね。アマゾンが利益1400万円も出てますね。はい。アップルが405万。アリババが515万。ということで、もう恐ろしいぐらい上がってますね。で、見てください。この期間。アマゾンが30になってます。ということはですね、GMO クリック証券は長期で外国株を持てるんですよ。レバレッジをコントロールしながら利益を伸ばせるものは伸ばしていける。この試合はね、アメリカ株がね、調子いい時だから、来年再来年こんな風になるかって言ったらね、ちょっと怪しいかなと思う。ただ、いや、これから僕がニュースを出すことによって、今で言う、例えば、フィンテックであったり、脱コロナに向けて、成長株って、ガーファム以外にもあるじゃないですか。そこをしっかり、チャートを出して、低いとこで買って、持ってってもらえれば、レバレッジ5倍にしなくても、十分、利益をね、出すことはできるはずです。はい。逆に言えば今、アリババがこれ、174.52 って今150なので、アリババは下がってますけどね。長期で CFD を米国株とかで持つことができるっていうのは、一つ、副業への道だと思います。今日まとめると、GMO クリック証券でやると長期でもできますよ。で、アメリカ株や、一部中国株で有料なものを見つけて安いものを2年ぐらい持って楽しめるよと。で、最初にレバレッジ5倍じゃなくて、2.5 倍とか、低いレバレッジで証拠金を入れて、で、エントリーして、利益が出たところで、証拠金を抜く。これをね、最後にやっていきたいと思います。早速ですけども、まず、お金の入れ方を実際にやってみます。で、用意してもらいたいのは、今回は SBI ネット銀行さんにお金をいつも入れてるので、SBI 証券僕やってるので、SBI 証券をやるには、SBI ネット銀行を持ってると手数料がなくて、資金を入れられる。っていうことでやってます。で、あとは GMO クリック証券をやるんだったら GMO 青空銀行っていう口座を用意してください。これもネット銀行です。これもいいことがあります。はい。じゃあ、まずお見せしますね。ちょっと僕もどこまで見せていいかわかんないけど、これが、SBI ネット銀行の口座になります。インターネットからやってるものですね。で、簡単にちょっと紹介すると、この、今ないですけど、SBI のハイブリッド貯金っていうのは、これ SBI の証券会社と連動してます。はい。ちょっとこれ SBI 証券の買い付け余力を見てください。3867円となってます。見えますか？ほら。SBI ハイブリッド貯金。銀行にこれを入れておくと自動的に SBI 証券でもそのままできるというメリットがあります。SBI 持ってるとこういう楽なこともありますということですね。まず、今日は1万円を GMO 青空銀行に入れます。で、GMO の青空銀行に入れてから GMO クリック証券にお金を入れるっていう流れをやりたいと思います。円が今、こんだけあって、振り込みでいいのかな？で、確か振り込み手数料が、でもはい、振り込み口座が、登録されてるので、そのままこちらの方を使って、で、振り込み先っていうことで、GMO になってますよね。はい。1万円、最速、確認。GMO で1万円入れますよ。で、無料なのが、5回まで振り込みが月に無料だということですね。もう今振り込み手数料でお金かかるっていう時代じゃないですよね。これでもうできたのかな？受け付けましたですね。ログアウトしてもいいんだな。ログアウトします。確認しますか。それでは、GMO 青空ネット銀行のこちらサイトになります。残高が0だったと思うんですが、まだ来ねえか、さすがに。あれ？さすがにこれ振り込みすぐにはいかねえか。すいません。ちょっとじゃあ、この、どうしようかな。
しばらく待ちますか。じゃあちょっと編集させてもらって、待ちたいと思います。振り込みがちょっと時間がかかってるので、収録の方先にね、証拠金の抜く方のものをやってみたいと思います。画面の方がGMO クリック証券のものになってます。で、この金額の方はね、よく見てくださいね。今現在、時価総額はこれ56万6千円になってます。で、余力っていうとこが26万7千円になってますね。今この金額です。で、縦玉っていうところを押していただくと、テンセントは高速証拠金っていうのをこの24万6千円に今なってるんですね。必要証拠金が12万、任意証拠金が12万円っていうことで入れてるんですね。で、今利益が出ているので、これを決済するんじゃなくて、ロスカットレートの変更というのを入れて、このロスカットレートの変更っていうのをこれ今 325.27 相当低いじゃないですか。必要証拠金が12万7千円で、任意証拠金が11万9千円でしたね。この11万9千円を抜くんですね。最初に任意証拠金だけでやるんじゃなくて、この必要証拠金を入れる、このロスカットレートを変更させるんですね。ストレートを、じゃあちょっと待ってくださいよ。いくらぐらいでいいの ?400 にしてみましょう。ここで計算で入れます。あれロスカットレート変更する縦玉。任意証拠金に、これロスカットレート400。あれなんでだ任意証拠金の増減を希望のロスカットレートの選手計算してください。あれ一括変更。400にす。これで400にする。計算。これ、出ましたね。数字を400にすると、任意証拠金から10万9千円、10万9千マイナスします。ロスカットレートは400です。とあります。はい。で、これを、じゃあ、実行します。実行しました。どうなったかというと、必要証拠金はそのままですよね。追加した証拠金を抜きましたので、1万何がしになってますね。利益は変わらないです。いいですか？余力の方が、37万円になりましたよね。ですが、ちょっとごめんなさいね。まだ、テンセントがですね、実はちょっとまだ怪しいというか、また上昇トレンドに乗ってるんですよ。だけど、下がってきて今、買い場になってるんですね。証拠金を減らすのは、本当はね、ここでやりたかったんですよ。一回抜いて利確しようかなと思ったんですけど、一応スペアとして、ここで下がるとね、ロスカットアラートってなるんですよ、メールが。あれがめんどくさいので、証拠金また戻しますね。37万円から変更します。こっちか。こっちをします。これですね。325だったな。25。計算。10万9千円。そうですね。先ほどのロスカットレートに戻しました。で、実行します。はい。証拠金が戻りました。青空銀行の方は出たかな ?1 万円入ったかな入らんなぁ。すいません。ちょっとじゃあこれは後にするか。じゃあまたこれちょっと待ちますね。はい。お待たせしましたというか、どれぐらいだろうSBI 証券から15分ぐらいかな。で、GMO青空銀行の方に1万円届いたの。この GMO 青空ネット銀行から実際に GMO クリック証券の方にお金を出したいと思います。で、やはり GMO 系列なので、とても簡単にできます。画面のこちら、証券コネクト振り替えというボタンがありますね。これを押します。時間外のため、この時間は手続きできません。なぜだ？しまった。待って、これなんで時間がなんでできないんだ？あれ ?3 時から5時だったかな？しやったー。どうしようかな。じゃあ、すいません。これちょっとまたトラブルなので、一回編集して切ってまた後日、やるようにしますね。はい。こういうこともあるんですね。はい。
じゃあ一回切ります。それでは、こちらのね、GMO 青空ネット銀行の方から実際の、GMO クリック証券へのお金の移動とかもね、やっていきたいなと思います。実は前回取ろうとしてたら、なんか時間外になってしまって、ちょうどね、夕方3時から5時までの間、そのタイミングでやってしまったという。はい、すいません。では、早速参りたいと思います。まず、1万円振り込みされたという状態から、証券コネクト振り替えっていうのをここを押しますね。で、こちらの方ですけども、今1万円入ってるので、GMO クリック証券に、ここで1万円と入れます。これ手数料もかからないのでね。で、証券コネクト口座ということで、振り替えを押します。はい。入金が完了しましたということで、今これが、全体の見ると、もう口座のところにお金が今ない状態ですね。1万円。で、早いかな？これで次にですね、GMO クリック証券のこれ画面ですね。トップ画面。で、マイページというのを開きます。マイページの中のこの入出金振り替えというボタンがあります。はい、早いですね、やっぱり。もう振り替え可能額ということで1万円。今入ってるのは GMO クリック証券にお金が入ってるので、ここから、口座ごと FX であったり、ここもクリック365がありますけども、今 CFD の方には振り替え可能額ということで26万7000円ほど入ってますと。で、ここにボタンを今1万円を振り替え先ということで、こうしますと。で、今26万7000円ですね。1万円こう入れると。10万円になっちゃった。1万円と。はい。で、振り替えいいですかということで CFD に入れますよということで振り替え確定。完了しましたね。27万905円ということで、で、これで、CFD のボタンを押してみると、すいません。1万円入ってるので余力というところで27万905円という風になっております。なので、GMO クリック証券をやるときには絶対青空銀行持ってた方が、いいです。ネット銀行などでコンビニとかでもね、簡単に引き出しもできますし、あと無料ですのでね、SBI ネット銀行と青空銀行はね、今はもうそういう手数料取られる時代じゃないなと僕は思ってますね。はい。そんな感じです。ぜひね、クリック証券の方ね、一緒にやりながら、画面でも出していきたいと思いますので、トレードの方を楽しんでいけたらいいなと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。